ハロー、大家好、花子です。今日はコメントでいただいてたので、台湾の生活費について話していきたいと思います。で、最初に言っとかなきゃいけないのが、自分が住んでるのが台湾の中でもすごい物価が安い地域で、台南っていうところなんですけど、台北とかの方が大学とかもいっぱいあるし、台北に行く人が多いかなって思うので、最初に自分の台南での実際の生活費のお話しした後に、台北での生活費の平均のお話をしていきたいと思います。で、今日は元で統一して話そうと思っているので、字幕のところには円に換算したやつも書いてあるので、お話の方は元で統一して話していきます。先に生活費の話する前に自分の寮費の話するんですけど、寮費は自分の寮は9696元です。ワンセメスター9696元なので、そこからだいたい7000何元かが返ってくるんですよ、留学生特権で。だから月だいたい500元ぐらいです。生活させてもらってます、寮で。で、外に住む場合はだいたい6000元ぐらいかなって感じです。安かったら5000元で、高かったら7000までいくかなぐらい。でもだいたい6500ぐらいか6000ぐらい、最難だったら。それが家賃の話です。家賃を除いた生活費の話をしていきたいと思います。台南での生活費なんですけど、私が寮に住んでいるので、寮に住んでいる場合、寮費を除いてだいたい1万円いくかいかない、1万元いくかいかないかぐらいです。で、家賃を除いた生活費は主に食費だけなんですけど、食費はだいたい自分だったら7000元ぐらいです。で、寮に住んでると料理ができないんですよ。もうお湯を沸かすこともできなくて、ウォーターサーバーから出てくる熱湯しか料理をする術はなくて、だから家で食べるとしたらカップラーメンを作るか、ちょっと春雨をちょっと温めるかぐらいしかできないです。なので外でだいたい食べることになるんですけど、だいたいチャーハンとかが1杯50元とか60元とかそのぐらいです。で、火鍋屋さんに行ったらだいたい130とか150、ちょっと高かったら200とかそんぐらいです。で、もっと高い食べ放題とか、ちょっと友達と外食行こうっていうか、いつも外食なんですけど、日本でいう外食の感覚で外に食べに行く時とかはだいたい300元とかそのぐらいします。300元とか400元ぐらいで食べ放題のところですに行けます。で、火鍋屋さんも一応食べ放題だけど、なんかもっと高い食べ放題みたいなところはだいたいそのぐらいです。で、寮以外での食費で自炊できる環境の人は自炊してるんですけど、自炊したらなんか安く済ませようと思えばもっと安く済ませれるみたい。家賃を除いた生活費が7000元ぐらいって聞きました。料理する種類にもよってて、なんかめっちゃバランスの整った野菜とかも買ってバランス整う食事をしようとすると、外食に行ってご飯食べるよりも高くついちゃうらしいです。学生だから一品料理とかカレーとかそういうのが多くなると思うんですけど、そういう自炊をしてたら外食に行くよりも安く済むみたい。早く自炊したい。台湾の部屋はだいたいキッチンがない部屋が多いんですよ。なんか外食文化だからキッチンないし浴室もないしみたいなのが当たり前なんで、だいたい学生が住むところとかないところが多くてんですけど、みんなああいうの買って料理をしてる感じです。で、次、食費以外、その7000元以外の食事、7000元以外のところ、残り3000元なんですけど、まず携帯代が1年間で2500元だったので、1ヶ月200元ぐらい、めっちゃ安いよね。208元とかそんぐらい。SIM カードを買ってそれ挿して1年間契約でやってる感じです。で、その他雑費で、これは月によっても違うんですけど、シャンプーなくなったらシャンプー買いに行ったり、洗剤なくなったら買いに行ったりとかで、月じゃない、楽器の初めは教科書を買ったりするので、いつもよりちょっと高くなっちゃうかなって感じです。で、あとは交際費とかですね。
恋人はいないんですけど、友達とかと遊びに行ったりするときにちょっと使う感じ。でも台湾で遊びに行くって言っても言うてなんだろう、ご飯に行くことが多いかなって感じ。あとシェンロンジュへ行って遊んだりぐらいかなって感じです。でもね、この生活費のなんか大学からもらったパンフレットがあって、ハンドブック、そこの中で Cost of Living in Taiwan、台湾っていうやつがあって、で星ごとに生活費を比べてくれてて、そこでの台南の生活費の平均っていうのが月に2万114元なんですよ。高って思ったんだけど、でもこれが平均らしく、人にもよるんだけどね。そうだからカップラーメン一食をカップラーメンに変えたりとか、あとはもっと安いご飯屋さん、すごい安いご飯屋さんとかあって50元で食べれるとかね、40元とか、チャーハンにしちゃったら本当に40何元とかで食べれるから、そういうところに行ったら食費がめっちゃ安くなる。っていうかね、インドネシアのカップラーメンがあるんだけど、それ一つ7元で食べれるからそれとかにしたらめっちゃ安い。はい、こんな感じで台南での生活費は1万元ぐらい。じゃあ次に各都市ごとの生活費の平均っていうのを話していきたいと思います。で、台北の平均っていうのがその大学のパンフレットには3万981元と書いてあります。これはもちろん家賃も含んで、ガオションがだいたい2万2942元で、ここに書いてくれてる各なんだろうな、お肉だったら何元だよっていうのがあって、お肉だったらだいたい100元ぐらいで、お水が25元で、牛乳が1リットル95元。これマジでやばいんだよね、本当に。牛乳買えないもん。なんか日本の2倍ぐらいする。日本円かなって錯覚するもん。2倍どころじゃないよね、マジめっちゃ高い。で、卵が12個入りで75元で、フィッシュが12パック入りで200元、ガソリンが1リットル28円。まあこんな感じです。だから本当に人によっても全然違うし、家賃がどんぐらいかによっても全然違うし、台南の家賃って平均だいたい5000とか5000から7000の間ぐらいだと思うから、それでこの台南の平均が2万114元だから、だいたい1万4000元ぐらいを生活費として、家賃以外の生活費として使うのがだいたい1万4000元ぐらいなのかなって思います。インドネシア麺が強いみたいだ。インドネシア麺あれマジですごいんだよね。美味しいし安いし体に悪いし、だからそれはほどほどにしようと思います。あと外食、日本食に行こうと思ったらもっと高くなっちゃうね。日本食が高い、本当に。なんか大戸屋とか行ったらさ、300ぐらいするんだよね。いや、日本では普通なんだよ、多分。日本の外食はそんぐらいかかるのが当たり前なんだけど、台湾の外食はさ、だってチャーハンが50元だよ。40元とかのとこもあるからさ、それでなんか300元とか言われたらさ、ってなるよね。だってすっごい美味しいのがさ、安く食べれるところだとね。ということで、台湾の生活費こんな感じでした。これは本当に人によって違うと思う。月によっても変わってくる。友達と遊ぶことが多かったら高くなっちゃうこともあるし、友達と遊びに行くのが少なかったら全然大丈夫な時もある。だから、大体この子の結論、この子の大体の生活費は1万元ぐらいプラス家賃って感じ。家賃、学費みたいな感じ。学費はまた別ということで、今日の動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。下次再见、バイバイ。